2023年の1月1日に宮古島と沖縄本島の海域上空を飛行する高高度無人偵察機 WZ-7 が確認されました。すでに存在は知られていたものの、航空自衛隊がこの機体を確認するのはこれが初めてです。この無人偵察機は約2万メートルという高高度に長時間にわたって対空し、広域監視や戦略偵察を行うことを目的とした機体です。この高度に対してはほとんどの戦闘機では迎撃が不可能と言われており、例に漏れず航空自衛隊の F-15 戦闘機も最高高度1万8000メートル程度と作戦範囲外です。パトリオットなど大型の地上ミサイルでは射程が20キロから40キロあり、撃墜できる可能性はありますが、 WZ-7 に搭載された光学偵察機器によりその射程外からパトリオットなどを偵察することができるといいます。こういった性能や任務特性から類似するものでは米軍の RQ-4 グローバルホークに相当する機体と言われています。開発時は昇竜という名前で知られていましたが、現在では WZ-7 またはソアリングドラゴンという名前で知れ渡っています。実は機体開発は中国国防部の指示ではなく、中国の大手航空グループ会社である中国航空工業集団有限公社が無人機研究のためグループ傘下と共同で自社資本により開発しました。そのため斬新な要素が多く盛り込まれ、主翼の後退翼と尾翼の前進翼を結合する独特なフォルムもその一環です。この結合翼は後退翼と前進翼のそれぞれの利点を生かし、高い揚降比を発生させることで良好な安定性と姿勢回復性能を発揮できるようになったとされています。失速状態に入りにくく、姿勢回復もしやすいため、飛行制御システムの設計を簡略化できる作用もあります。こういった高い揚降比は空気の薄い高高度の飛行の際に有利に働くため、同クラスの米軍のグローバルホークと比較した場合、飛行性能では WZ-7 の方が勝っているという見方もあります。機体サイズは全長約14メートル、翼幅約25メートル、全高約5メートルと小型飛行機ほどあり、無人機の中では比較的大型の部類に入ります。それでも複合素材とステルス性を意識した設計により、レーダー断面積は一般的な戦闘機よりも小さくなっています。巡航高度2万メートルは米軍のグローバルホークと同じですが、連続飛行時間は約10時間とグローバルホークの3分の1に過ぎません。作戦行動半径もグローバルホークは3000キロに対し WZ-7 は2500キロと若干劣ります。しかし巡航速度はグローバルホークが時速575キロに対し WZ-7 は時速750キロと 15% 以上速く飛行することができます。これにはエンジンの質が大きく関係しています。中国ではグローバルホークに搭載されるような燃料効率の良い低燃費なターボファンエンジン開発が技術的に難しく、他の航空機に使われていたターボファンエンジンで代用しました。そのため有人機並みの高出力を得た反面、偵察機ほどの燃費性能はないため、これが航続距離にも影響していると見られています。長時間対空する偵察機にとってこのエンジンが適切でないことは開発陣も理解していて、現在開発中の新型エンジンが完成次第搭載する予定だとしています。とはいえ最大機体重量もグローバルホークより軽く、揚降比も高い WZ-7 にとっては燃費と航続距離以外を見れば高い運動性能を発揮させるのに十分なエンジンとなっています。例えばグローバルホークは作戦高度1万9000メートルから近接観測のために高度を9000メートルまで下げると、また1万9000メートルまで戻るのに1時間以上かかりますが、 WZ-7 の場合大きなエンジン出力と揚降比によりこれを15分程度で完了することができるとされています。このように高高度の巡航偵察と高度を急速に下げて戦術的な偵察や近距離での識別追跡任務が容易に行えるようになっています。 WZ-7 の特徴の一つに機体構造から装備まで全面的にモジュール構造を採用している点が挙げられます。これにより主翼やエンジンのバージョンアップのための交換や修理による交換なども簡単に行えるようになっています。また機体全体の分解組み立てが容易になっており、コンテナ輸送で分解しても3名いれば30分で飛行可能とされており、迅速な展開能力も持っています。
グローバルホークに似た機種が膨らんだ独特の形状は、内部にアンテナや精密機器などが収納されていますが、この内部機器もモジュール式になっており、任務に合わせて交換できるようになっています。通常は偵察・監視任務のために電子光学センサー、ビデオカメラなどの処理に必要なモジュールを搭載し、目標の詳細を友軍の地上基地や艦船、ミサイルユニットなどにリアルタイムで送信することができます。無線中継用モジュールに取り替えれば、高度2万メートルで無線中継局となり、半径200キロの友軍の通信をつなぐことが可能です。さらに複数の同じ機体を対空させることで、任意の遠隔地をつなぐ無線通信網を敷くことも可能になります。従来ではこういった通信システムは通信衛星が担っていましたが、衛星より低コストで通信衛星にかかるデータ負荷の軽減にもつながるというメリットがあります。電子戦任務の場合は、2機の電子戦ポットを両翼に搭載します。任務に合わせてさまざまな電子戦ポットを搭載しますが、特に注目されているのは GPS ジャマーポットです。これは20種類以上の GPS 妨害機能が内蔵されており、半径400キロ以内の GPS 装置を妨害する能力があります。たとえ対 GPS ジャマー機能付きの GPS 受信機だとしても、半径150キロ以内なら使用不能にできると言われています。GPS は艦船、航空機、ミサイルなどさまざまなものに使用されているため、有事の際には大きな脅威になる可能性が高く、警戒されている機能です。他にも開発段階では爆弾や誘導兵器を搭載して対地・対艦攻撃を行うことも想定されていましたが、こちらは装備している姿は未だ確認されていません。こういった無人偵察機の運用には、陸海空共通のデータリンク網の構築や通信衛星網の整備など、無人偵察機用のインフラ構築が必須ですが、昨今の中国無人偵察機の出没頻度からこれらが整ったことが伺い知れます。この分野は日本ではまだ米軍のシステムを借りながら実験的に運用を始めたばかりです。中国の無人機対策も含めて、自衛隊では早急な実用レベルの無人機運用が今後求められることになります。